こんにちは、東京ベジライフのなつきです。今日は最近私が凝っているオイルフリークッキングのコツとアイデアをご紹介していきます。まず最初になぜ私が最近オイルフリークッキングに凝っているかお話ししたいんですけれども、オイルフリーといっても、油を全く使わないだけで脂質を完全にカットするわけではありません。野菜や穀物、ナッツやチーズの中には、例えばこういったアボカドのような良質な脂質がたくさん含まれている食材がたくさんあって、そういったものを絞ってできたのがオイルになりますが、こういった丸のままの自然の形で、いろいろな脂質が豊富な食材を食べていれば、オイルというものは別に摂ることは必要ないかと思っています。やっぱり絞った生成したオイルの形になってしまうと、丸のままの形である食物繊維であったりミネラル、ビタミンといった多くの成分が失われてしまいます。なのでそういった栄養分を1カロリーあたりというふうに考えてみると、オイルの1カロリーあたりの栄養分と、こういったアボカドなどの1カロリーあたりの栄養分っていうのはやっぱり自然の丸のままの形の方が多いんですね。そういうことを考え始めて、オイルフリークッキング、つまり油を全然使わない調理っていうのを始めてみたんですけど、始めてみると意外と本当に油がなくても全然大丈夫だなっていう感覚があって、なので、必要ないからだんだんオイルを使わなくなったっていうこともあります。なので今回はいつもデフォルトでオイルを使ってお料理をしているものをオイルフリーでしていくコツやアイデアをシェアしていければと思います。まずは普段オイルを必ず使うと言ってもいい炒め物をオイルフリーで作っていきたいと思います。ここでフライパンを強めの中火でしっかりと温めていきます。お鍋がしっかりと温まったら野菜を入れていきます。そしてここで少しお塩をして野菜から水分が出てくるようにします。蓋をして蒸し焼きにしていきます。数分経つと少しお野菜に焦げ目がついて、ほぼ火も通って炒め物っぽくなっています。こんな感じで野菜に火が通ったら、あとは味付けをするだけなんですけれども、今日はオイスターソース風炒めにしていきたいので、こちらの自家製のビーガンオイスターソース風を加えて、オイルフリーのキャベツと椎茸のオイスター風ソース炒めの出来上がりです。ちょっと出来上がりを味見してみたいと思います。美味しいです。蒸し焼きにしているので、蒸し野菜のようにしなっとはしていなくて、適度にシャキシャキ感が残っていて美味しいです。こういった空心菜などの葉物野菜も炒め方は基本的には同じですが、硬い茎の部分を鍋底に敷いて上に葉っぱを置いて炒めるようにします。でガーリックも一緒に入れて、で一瞬蓋をします。空心菜は本当にすぐ火が通ってしまうので、そんなに長く蓋をしている必要はなくて、味付けに塩麹を入れて炒め合わせれば完成です。炒め物は油を使わないと食材が鍋底にくっついてしまう、焦げついてしまうと思われがちですが、しっかりとフライパンを温めてから蒸し焼きのようにすれば、食材から水分が出てくるので焦げつくこともほとんどありません。
そして食材を加熱して火を通してから最後にお好みのオイルを風味付け、香り付けのためだけに少しだけ垂らすとオイルの量を最低限に抑えられますし、オイルの酸化も防げると思います。次にオイルフリークッキングの調理法としておすすめしたいのがロースト、ベイクです。ロースト、ベイクはオーブンなどを使って高温で食材に火を通すことで表面をカリッと仕上げる調理法になります。少し前に流行ったエアフライヤーなども同じ原理で高温で均一に食材を加熱することで油を使わないでも表面をカリッと揚げたように仕上げることができます。エアフライヤーなどがお家にない場合でも通常のオーブンやキッチンにある魚焼きグリルで同じようにロースト、ベイクすることができますので、その方法をシェアしていきます。まずは食材を適当な大きさに切って、今日はじゃがいもを使ってベイクドポテトにしていきますが、他の根菜でも美味しくできますし、カリフラワーやブロッコリーなどもロースト、ベイクにはおすすめです。なるべく厚みや形を均一に揃えると火が通りやすくなります。ここにお塩をして、塩だけでもいいのですが、今日はニュートリショナルイーストを加えてちょっとチーズ風にしていきたいと思います。そしてチリパウダー、唐辛子の粉を加えて少しスパイシーにしていきましょう。全面がコーティングされるようにしっかりとお塩やスパイスを絡めていきます。あとはシリコンパッドなどの上に食材同士がくっつかないように少し距離を空けて置いていきます。あとは高温230度ぐらいに予熱したオーブンで表面がカリッと中がふっくらと火が通るまでベイク、ローストしていくだけなんですけれども、こういったシリコンのパッドを使う他に耐熱皿を使う方法があって、こちらのアデリアのガラス容器、耐熱皿は食材がくっつきにくいガラス素材でできているので、本当にオイルを全く敷かなくても、シリコンパッドのように食材がくっつくことなくロースト、ベイクできてとても便利です。下の概要欄にリンクを貼っておきますので、ご興味のある方は見てみてください。オーブンでローストする方法はたくさんの量の食材を一気にローストできるのでおすすめなのですが、ちょっとやっぱり余熱だとか、あとベイクする、ローストする時間もかかってしまうので、私はそこまで食材の量がない時は、お家にある魚焼きグリルを使ってロースト、ベイクしています。やり方はとても簡単で、魚焼き器を少し、中火ぐらいで熱しておいて、余熱をしておいて、こういったアデリアのガラス容器であったりとか、こちらは伊賀焼きの耐熱皿になるんですけれども、こういった耐熱皿に先ほどと同じように距離が空くように置いていって、あとは魚焼きグリルの中で表面がクリスピーにカリッとなって中に火が通るまで焼いていくだけです。熱々のポテトを味見してみたいと思います。すごい熱いんですけど、本当に外側カリカリで中はホクホクですごく美味しいです。全然油必要ないと思います。これはでは次にオイルフリーでスープを作っていきたいと思うんですけれども、こちらに信州産の長野産のカラフルなお野菜をたくさん用意してますので、こちらをふんだんに使ったミネストローネスープを作っていきたいと思います。スープはまず炒め物と同様にしっかりとお鍋を熱してあげて、ここに玉ねぎを加えていきます。
お塩を少し加えて、玉ねぎから水分が出るようにしていきます。で、玉ねぎが透き通るまで炒めていきますが、もしここで焦げついてしまうようであれば、少しお水やお出汁などを加えるといいと思います。玉ねぎが透き通ってきたら、他のお野菜も加えていきます。さっと炒め合わせて、味付けの塩麹を入れていきます。ここであとハーブを少し加えていきますが、お好みでニンニクなどを入れてもいいと思います。今日はベイリーフとタイムを少し加えていきます。あとはもしお家にあればオレガノなどを加えてもいいと思います。で、あとはお水をひたひたぐらいまで加えて、蓋をしてちょっと火を強めて、沸騰してから弱火にして食材が柔らかくなるまで煮込んでいきます。すごくいい香りで美味しそうにできました。ちょっと味見してみましょう。野菜のお出汁とか全然入れていないんですけど、たくさんの種類のお野菜が入っているので、すごく味わい深いスープに仕上がっています。ここに最後に食べる直前に少しだけオリーブオイルを垂らすと、オリーブオイルのすごくいい香りが立ったスープになると思います。このままスープとして召し上がっていただいたり、あとはマカロニなどを足してパスタスープにしたり、あとはご飯を足してリゾット風にするのもいいと思います。では次に、こちらも油をたくさん使うことが割と多いインドカレーをオイルフリーで作っていきたいと思います。インドカレーの基本的な作り方としては、まずテンパリングといって、油でホールスパイス、丸のままのスパイスを炒めてから玉ねぎなどを追加していくんですけれども、今回はオイルフリーで作っていきますので、今日使うホールスパイス、クミンシードの香りを出すために、まずフライパンで乾煎りをしていきます。フライパンを十分に温めたら、クミンシードを加えて少し乾煎りしてローストすると香りが立ってくるのと、湿気を含んでいる場合はその湿気も飛ばしてくれます。クミンシードがほんのりと色づいてきて香りが立ってきたので、こちらはもう大丈夫です。今日はアルーゴビを作っていきたいと思いますが、アルーはじゃがいものことで、ゴビはカリフラワーのことです。なのでカリフラワーとじゃがいものカレーになります。それぞれを適当な大きさにまず切っていきます。しっかりとお鍋を温めたら、まずみじん切りの玉ねぎを入れていきます。少しお塩を入れて、玉ねぎの水分を出しながら、ここに乾煎りしておいたクミンシードを入れていきます。よく玉ねぎとクミンシードを炒めて色づいたら、じゃがいもを加えていきます。ここで蓋をしてじゃがいもに火を通していきたいので、今日は無水鍋を使っているのでお水は加えないのですが、もし、無水鍋ではないお鍋の場合は少しお水を加えて、じゃがいもを蒸し焼きにしていってください。じゃがいもが少し透き通る程度に、数分蒸し焼きにしたら、ここにパウダースパイスを加えていきます。ターメリックとコリアンダーパウダー、ガラムマサラ、あ
と生姜とニンニクをすりおろしていきます。弱火で全体的に炒めていきます。ホールトマト缶または生のトマトを加えていきます。生のトマトを使う場合は、みじん切りにしておいてください。ホールトマト缶を使う場合はこんな風に手でトマトを崩し入れながら加えていきます。このトマトのジュースを使ってお鍋の底をきれいに掃除してあげます。でこちらにカリフラワーを足していってさっと混ぜ合わせて、で味付けに塩麹を加えます。塩麹がない方は普通のお塩で大丈夫です。これで弱火にしてカリフラワーが柔らかくなるまで蒸し煮にしていきますが、無水鍋を使っていない方は少しお水を加えて蒸し煮にするようにしてください。とっても美味しそうにアルゴビが出来上がりました。こんな風にしっかりとスパイスの香りを立たせてあげる工夫をしていくと、ノンオイルでもすごく美味しいインドカレーができるので、ぜひ試してみてください。では最後にこちらも油を使うことがデフォルトになっているチャーハンをオイルフリーで作っていきたいと思います。チャーハンもカレーを作った時のようにみじん切りにした玉ねぎでスタートしていただいてもいいのですが、今回はこちらの椎茸を使っていきたいと思います。椎茸はみじん切りにしていきます。椎茸はお出汁に使われるぐらいですごくコクが出ますし、水分をたくさん含んでいるので、炒め物の最初に入れていくと程よく水分が出て焦げ付きを抑えてくれます。そして食感も食べ応えがあってすごくいいので、チャーハンに入れるのにはおすすめな食材です。フライパンをしっかりと温めたら椎茸を入れていきます。少しお塩をして一瞬蓋をして、ここにみじん切りのお野菜を加えていきます。今日はブロッコリーの茎を使っていますが、人参やカリフラワーやお好みのお野菜を使ってください。もう一度蓋をしていきます。椎茸のすごくいい香りが立っています。こちらに今日はカシューナッツを加えていきます。ナッツを加えるとコクが出てチャーハンがすごく食べ応えがアップするのでおすすめです。他にもそぼろ状のソイミートなど、お好きな食材を加えていってください。冷やご飯を崩し入れていきます。あとはさっと炒め合わせて、お塩とお醤油を少しだけ垂らして混ぜ合わせれば完成です。最後にお好みですりごまを少しかけていきます。オイルを使っていないとは思えないほどふっくらと美味しく仕上がっています。いかがだったでしょうか。今日は私が最近凝っているオイルフリークッキングのコツとアイディアをシェアしました。今回は炒め物、ロースト、スープ、カレー、チャーハンなど加熱するお料理を中心にご紹介しましたが、今日の動画の最初でお話ししたオイルの形ではなく、絞る前の自然のままの丸のままの形の脂質、つまりアボカドやナッツやチーズなどは私はだいたい生の状態でサラダと一緒に摂るようにしています。サラダも普段たくさんのオイルをドレッシングに使っていると思いますが、そんなサラダを美味しく濃厚クリーミーに仕上げるアイディアをご紹介するクラスを今月18日土曜日、19日日曜日、そして25日土曜日にオンラインで開講します。
ドレッシングだけではなく、サラダをオイルフリーで美味しく仕上げていくコツをたくさんシェアしていきますので、ご興味のある方は下の概要欄からリンクをご覧ください。それでは See you next time!